おだすこちこんぽポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、瞬発力の違いを1ずつ見てみたいやっていきたいなと思います。以前ですね、この瞬発力の検証をやってきたんですけども、ここでね、瞬発力の違いっていうのが可視化できたわけですね。やっとできたわけなんですが、もうちょっと詳しく知りたいよねというところで、コメントでこんなこといただきまして、キックオフの状態でワンツーによくすればできんじゃねっていうところでね、ちょっと待って、天才じゃん。というところで、これね、結構秀逸で、というのも瞬発力の検証の問題点を一気にですね、解決できるんじゃないかということでやっていきたいなと思います。はい、検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させて検証していきます。1秒間60コマです。パスワード5を押してセンターサークルまでの時間ですね。ここを測っていきます。で、瞬発力1ずつ上げていって、どう変わっていくのかを見ていきたいなと思います。で、検証方法なんですけど、このね、パス5をした後に、この矢印、これですね。この矢印が出た段階で0秒としてやっていきます。で、走っていってセンターサークルに矢印が触れた瞬間ですね。ここがゴールという感じで、この時間を測っていきたいなと思います。で、使っていく選手、今回トーマス・パーリーなんですけども、これね、思ったより時間かかっちゃって、ちょっとそれはまた後で説明するんですけど、なので今回68から95までです。1ずつ検証してきました。1ずつって正気の沙汰じゃないけどもでも参考になると思うので、ぜひ見ていってください。はい、まずは68からどんどん1本ずつね、やっていきますね。皆さんには1本ずつ見せていきたいなと思います。もちろん裏ではね、複数回ちゃんとやってますから、安心していただければなと思いますけども、最初のところで言うと、大体1秒間の45から4とか3とかですかねになるのが多かったかなという感じでした。この辺ね、75とかでもね、そんな変わんなかったですね。77あたりから43とかが出始めたかなというところですね。で、80になってきて、だいたい40も前半の42コマとかになってきたかな。83で41コマ出ましたね。はい、見ていただきましたということで、ここ前半戦ですね。はい、ただちょっとずつではあるんですけど、確実に今早くはなっているのかなという印象はありましたかね。で、ここから後半戦ですね。一気に見ていきましょう。85からね、どんどんやっていきましたけども、どうかな。だいたい40コマ、41コマ、42コマぐらいかな、この辺は。でもこうやって見ていくとですね、やっぱブレ少ないですよね、この検証自体は。それは一つ言えるかなと思います。90超えたところで39コマ出ましたね。ついに40コマ切ったなというところですね。94、そして次ラストですね。はい、見ていただきましたということで、さっきと同じようにやっぱちょっとずつなんだけど安定してはいるのかな。ちょっとずつ速くなっていくような、そんな感じでした。はい、ということでこれ全部ね、グラフにしてきました。はい、こちらです。はい、ということで、まず見方をちょっと説明していきたいなと思いますけども、これ前回と同じような感じになっているんですけども、ここの軸がですね、1秒間の何コマかという数値、こっちがですね、瞬発力の数値ですね。で、この青いのが実際に記録した時間、タイムになっていきますね。なので、右に行く方が数値が高くて、下に行く方がスピードが速いというような形になっていきます。で、それを踏まえて見ていくとですね、やっぱこの辺りですかね、77とか89かな、この辺で速くなっていって、で、85あたりでまた速くなっていると。で、90あたりでもまたちょっとね、一段階速くなっているような、この階段的なね、感じになっているのかなと、段階的にね、速くなっているのかなというのは言えるかなと思います。こう見ても結構綺麗なグラフになったな。で、ただですね、ここね、一つだけちょっとね、問題点がちょっとありまして、これなんですけど、見てほしいんですけど、このね、パス&ゴーのこの矢印にちょっと注目してほしいんですよね。
はい、これですね。これね、パスゴーの矢印、ちょっと動き遅いの分かりますか？どういうことかって、このね、選手は動いてるんですけど、矢印若干遅れてんの分かるかな？遅れてコンコンコンって、コマ送りになってるの分かりますかね？これね、パスゴーの矢印だけ、多分27コマとか30コマぐらいの感じになってるんですね。周りは60コマで動いてるのに、この矢印だけ、ちょっとそんな感じになってるんですよ。はい。なので、これどういうことかというと、選手はねこんな感じで動いてんのに矢印動いてないの分かります？これこんな感じで、これがですね厄介で、これなんか測定の基準なのにこの基準がブレちゃってるって感じなんですよね。でしかも動くタイミングバラバラなんですよ。2回に1回動く時と3回に1回動く時とかがあったりするんですよ、たまに。なのでそれが困っちゃうので、なので検証結果として大きな違いはないですよ。大きな違いないけど、1コマ2コマ若干のブレがね出てきちゃうんですよ。でこの距離でその1コマ2コマでかいんで、ちょっとこの解消する方法考えてきました。こちらです。このね走っていってここですね。このトーマス・パーリーの頭がセンターサークルと重なる瞬間、ここであればブレないんですね。なのでここであればブレないので、ここで測定していきたい。ここで重なった瞬間をね記録取っていきたいなと思います。ただこれもう一回全く同じ映像を見たら皆さんの頭もうほんとマッシュポテトになっちゃうと思うんで、結果だけ見ていきます。こうなりました。はい、ということでピンク色でちょっとね示しておきますけども、このなんだろうな、全体的にですねやっぱこう段階的になってるの分かるかなと思うんですけど、より明確になっているの分かるかなと思います。だいたい1コマから2コマでね安定してなってるかなっていう感じですかね。でこれよく見るとね、速さの変わり目もね若干左側、さっきよりね左寄りにねなってるの分かりますかね。ちょっと分かりにくいと思うんで重ねておきました。はい、こんな感じ。これ青いのが先ほどのね、矢印の記録、ピンクが頭の記録になってくるんですけども、やっぱ全体的にですね変わり目、スピードの変わり目はね若干左寄りになってるかな。そんな感じがしていきますね。はい、この辺はですねパスゴーのこの矢印だけだとちょっと気づけなかった部分かなと思います。この頭のね60個まで測定できたからこそ分かってきた部分かなと思いますので、やっぱなので 5の法則とかではなさそうですかね、もしかしたらね。なのでピンクの方がどっちかというと信頼度は高めに見ていいかなと思います。でどちらを見てもですねやっぱり段階的に速くなるのは間違いないかなっていうところですかね。で裏では変わってるかもしれないんですけど、体感できるレベルのではこういう段階的に変わってると言えば一番正しいかなと思います。で最後ねもうちょっと比べていきたいなと思います。68と95の違いですね、どんぐらい違うのか、数コマとはいえど見ていきたいなと思うんですけども、まず普通に見ていきます。はい、これだけ見てもねなんとなく違いますよね、結構ね。詳しく見ていくとですねこんな感じで、だいたい1秒後の時にはですねだいたいね1コマ分ぐらいかな遅れてます。下の方がね足の開き方違うと思うんですけど、でこの1秒30コマ後になってくるともうね3コマ以上ぐらい遅れてますね、これ足の動きからすると。で最終的には5コマ以上遅れるというようなこんな仕組みになっているんだなということになりました。なのでちっちゃいといえばちっちゃいですけども、この距離で3コマとかはでかいといえばでかいですよね。はい、ということでこの違いが分かったんで今日は結論です。タレントポイント節約したいけど瞬発上げたい場合は88まで上げておくとコスパがいいとします。はい、ということでね、もういろいろ見てきましたけども、このグラフを見る限りねやっぱ88とかコスパがいいのかな。他で言うと82とかあとは77とかね、この辺で段階的に上がっていってるんだなというところですかね。で逆に言えば88以上の部分っていう88から95とかこの辺に関してはねそんなに違いをね感じられないかもしれないなとは思いました。もちろんね高いに越したことはないので、それは全然否定はしないですね。僕も多分90上げれたら全然上げちゃうしね、95とか上げちゃうんでね。はいっていうところかな。であくまでこのパスゴーで自分で操作する部分での違いを感じるっていう意味ではこれぐらいが一番良いのかなというところです。もちろん普段の流れとかでいくとですねディフェンスもそうなんですけど、センスの部分ですね、オフェンスセンスディフェンスセンスとかこの辺のね反応速度の違いとかも出てきちゃうんで、なので一概にね全部が全部88あればいいよってことではないです。それは勘違いをしないでください。よろしくお願いします。でこうなってくるとですねいろいろスタミナの影響があるのかなとかね、この辺は気になってきますよね。スピード自体は落ちなかったけど瞬発力は落ちてるかもしれないとかね、その辺は重要な部分かなと思います。
で他で言うとやっぱり95以上とかこの辺もやっぱ気になるよね。またこの検証やるのかと思うとちょっとあれなんですけどであとはスピード振りまくったらどうなるのかとかね、トーマス・パーリとかで言うとスピード99で完走しますから、その状態でもこのスピードがどれぐらい違いが出るのかとかね。で今回ねめちゃめちゃ時間かかっちゃって、その理由はちょっとこの後雑談で話しますわ。なのでちょっとすいません、今日はここまでにさせてください。はい、ということでこのようにですね参考にしてみていただいて、よかった、参考になった面白かったなと思った方でね、高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで最後ね雑談をして終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきますけども、今回の検証めちゃめちゃ時間かかった理由、これをねちょっと話していきたいなと思うんですけど、単純にねまず2倍かかっちゃってるんですね。矢印の測定して頭の測定しちゃってるんで2倍かかっちゃってるのはもちろんなんですけど、それ以外で言うとねラグなんですよ。ラグ処理がめちゃめちゃ時間かかった。ラグ処理何かって言ったらこれちょっとこちらの検証の動画見ていただければどういうことかってわかるかなと思うんですけど、このラグがですね、特にこう走り始めた後はいいんですけど、この今回で言うとねパス出したと振り向くでしょ。振り向くここですよ。ここのね動きが少ないとこのラグがですねめちゃめちゃ分かりづらいんですよね。動きが少ないからねより分かりにくいんですよ。ラグがどうかって一見分かんなくて、最初ねないかと思ってそのままやってたらね結構グラフぐちゃぐちゃになっちゃって、ぐちゃぐちゃって言っても1コマ2コマだけどなんかおかしいなと思ってよーく見たらラグあったみたいなね感じで、そのラグ取り除いたら全部あんな風に綺麗なグラフになったんですけど、いやそうなのでその感じすごく時間かかっちゃったなっていうところでしたね。なのでこの検証ね非常にいいんですけど、またちょっとやるってなるとちょっとね腰重たいなと思いましたね。でもぜひ参考にしてみていただければなと思います。てかさ全く関係ないんだけど、かかとなんか痛いなと思ったらかかとにね髪の毛刺さってた。普通の髪の毛、全然剛毛とかじゃないんだよ、普通の髪の毛なんか痛いと思ってめちゃめちゃ痛いのねこれ。しかも髪の毛こんな刺さんのっていうぐらい刺さってた。なんかしびれてんのかなと思ったらね全然近かった普通に痛かった。血も出てないんだけど痛いっていう、何の話って感じなんだけどで瞬発の全く関係ない。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。今日はですね瞬発力にやってきました。一つね形見えてきて良かったですね。これまたいろいろ深められそうですね。はい、またちょっとやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。